キャプチャーボードを買い漁って25台以上。どうもシファです。今回は PS5 用キャプチャーボードのおすすめランキングトップ5を紹介していこうと思います。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。PS5 におすすめのキャプチャーボードを紹介していく前に、どのような基準でおすすめのものを選んでいくのか解説しておこうと思います。ちなみにキャプチャーボードとは何なのかわからない、パススルー出力などのキャプチャーボードの専門用語がよくわからないという人は、初心者向けにキャプチャーボードを選ぶ時のポイントを解説した動画を作成しており、説明欄にリンクを記載しておくので、まずはそちらを確認するようにしてください。キャプチャーボードの初歩的なことを理解できたという前提で解説していきますが、 PS5 用のキャプチャーボードということで大きく分けて3つの基準を設けて、最低でもこれを満たしている製品の中から今回のランキングを作成しました。まず1つ目の基準は PS5 は 4K60fps もしくは 1080p120fps の映像を出力することができるので、最低でもこれと同じ映像をパススルー出力できるものの中から選択しています。パススルー出力ができないキャプチャーボードを使用すると OBS などのキャプチャーソフトに表示された遅延のある映像を見ながらゲームをプレイしないといけないので、ゲーム中の操作がかなりやりにくくなってしまいます。また一瞬の反応が遅れてゲームの勝敗にも関わってしまう場合もあるので、ゲーム実況を行うのであればパススルー出力できるキャプチャーボードが必須です。あと PS5 は PS4 と比べて画質やフレームレートがかなり向上しており、綺麗で滑らかな映像を見ながらゲームを楽しめるようになっているので、その性能を無駄にしないためにもこの基準を設けています。ただパススルー出力の映像は 1080p60fps くらいの解像度でも十分と思っているのであれば、この動画で紹介するキャプチャーボードでは性能が高すぎますし、その分値段も高くなっているのでお勧めしません。そのような人は PS4 や Switch 向けのキャプチャーボードで紹介している製品を購入するのがおすすめなので、説明欄の動画リンクからチェックするようにしてください。次に2つ目の基準は、キャプチャーボードには外付け型と内蔵型の2種類があるのですが、内蔵型のキャプチャーボードはある程度 PC の知識がないと扱いが難しいので、今回は初心者におすすめな外付けキャプチャーボードの中から選択しています。ちなみに内蔵型のキャプチャーボードは 4K60fps でキャプチャーソフトに映像を映せるような性能が高いものが多いですが、 4K60fps で録画や配信をするにはかなり高スペックな PC が必要になるので、初心者の方が気軽にやれるような画質ではありません。ゲーム実況の場合は 1080p60fps くらいの画質があれば十分ですし、それくらいの画質ならば外付け型で十分なので、初心者の方は外付け型を購入することをお勧めします。内蔵型を購入したいと考えていた人は他の人の動画やブログを確認するようにしてください。最後に3つ目の基準は、実際に使用してみて問題なく使用できたものの中から選択しています。自分は25台以上のキャプチャーボードを実際に使用した経験があるのですが、製品情報ページのスペック一覧を見る限りでは性能が高くて使えそうと思って購入したのに、実際に使ってみると映像が乱れたり色味がおかしかったり、徐々に音声がずれてしまうものもあったりしました。製品情報ページのスペック情報だけをまとめて作成した内容の薄っぺらいランキングではなく、実際に使用してこれは本当におすすめだと思った製品を5つ厳選しているので、安心して製品情報を確認していってもらえたらと思います。それでは自分が本気でおすすめする PS5 用のキャプチャーボードランキングトップ5を確認していきましょう。PS5 用におすすめなキャプチャーボード第5位はアバメディアの AVT-C878 プラスというキャプチャーボードです。値段は動画作成時点で 22,202 円となっています。このキャプチャーボードには PC モード、単体録画モード、カードリーダーモードという全部で3つのモードが搭載されているので、それぞれ簡単に解説していこうと思いますが、最初に PC モードから解説すると、他の一般的なキャプチャーボードと同じように PC で録画や配信が行えるモードとなっています。4K60fps の映像をパススルー出力することができたり、 1080p60fps の映像を録画したり配信することができるので、 PS5 を使用する人にぴったりな製品となっていますね。ちなみに PC モードでの画質が気になる人も多いと思うので、実際に PS5 のゲーム内ムービーを OBS で録画してみた映像を確認してみるとこのようになります。この映像でも十分綺麗だと思う人もいるかもしれないですが、他のキャプチャーボードの映像と比べると少し画質が白っぽくて荒い感じになっているところがありますね。ただめちゃくちゃ悪い画質になっているわけではないですし、音声に関しても問題はないので十分使用することができるレベルにはなっています。
次に単体録画モードについてですが、これは PC なしで録画することができる機能となっていて、PC やモバイルバッテリーから電力を供給することで 4K60fps の映像をパススルー出力することができたり、マイクロ SD カードを挿入することでキャプボ単体で 1080p60fps の映像を録画することができます。主な用途としては、外出先でゲーム実況動画を撮影したい時や PC モードで録画しようとしたけど PC スペックが足りなくて高画質で録画できない時に使用するのがおすすめですね。ちなみに単体録画モードでの画質が気になる人も多いと思うので、実際に PS5 のゲーム内ムービーを録画してみた映像を確認してみるとこのようになります。先ほどの PC モードと比べると単体録画モードの方が画質が綺麗になっているので、 PC を使用しないとはいえ十分納得できるだけの性能を発揮してくれるようになっています。音声に関しても問題はなかったので安心して使用することは可能です。次にカードリーダーモードについてですが、これは単体録画モードでマイクロ SD カードに保存された動画ファイルを PC に移動させることができる機能となっています。ちなみに付属で Power Director 15 for AVaMedia という動画編集ソフトが無料で利用できるライセンスキーが付属されているので、単体録画モードで録画した動画を PC に移動させたらすぐに編集作業を行えるようになっているので非常におすすめです。この Power Director という動画編集ソフトは国内販売シェアナンバーワンの動画編集ソフトとなっていて、自分は Power Director の中でも Power Director 365という動画編集ソフトを使用して動画作成をしています。今回付属でついてくるのは Power Director 15ということなので、過去バージョンの Power Director となっていますが、本来であれば有料の動画編集ソフトを無料で利用でき、ゲーム実況動画も簡単に作成することができるのでおすすめです。ただ Power Director 15は Windows を使用している人しか使えなくなっているので Mac ユーザーの人は注意してください。過去バージョンなので画面の仕様などが違っていると思いますが、Power Director での編集方法を解説した動画も投稿しているので、もしも Power Director を使用する場合は説明欄の再生リストから使い方を確認してみてください。このように PS5 で使える性能がある非常にいい製品となっていますが、この製品はハードウェアエンコードということもあってキャプチャーソフトに映る映像に大きな遅延が発生するようになっています。そのためマイクを使用する場合はマイクの遅延設定が必要になりますし、モードによっては画質に差があるので注意が必要です。またAVaMedia製品全般に言えることなのですが、初期設定が少し面倒というデメリットもあるので注意してください。ただ本来ならば有料の Power Director という動画編集ソフトが無料で利用できますし、仮に PC スペックが低くて高画質で録画ができない場合でも PC なしで高画質で録画もできるので第5位とさせてもらいました。この製品が気になる人は説明欄に記載している製品リンクからチェックしてみてください。またここでは解説していないもっと詳しい性能レビューや使い方を解説した動画も投稿しているので説明欄のリンクからチェックしてみてください。PS5 用におすすめなキャプチャーボード第4位はAVaMediaの GC550 プラスというキャプチャーボードです。値段は動画作成時点で Amazon で250円となっています。このキャプチャーボードは 4K60fps の映像をパススルー出力することができますし、 1080p60fps の映像を OBS などのキャプチャーソフトに移して録画や配信も行えるようになっているので PS5 を使用する人にぴったりな製品となっています。ただ Mac には非対応となっているので注意してください。ちなみに画質が気になる人も多いと思うので、実際に PS5 のゲーム内ムービーを OBS で録画してみた映像を確認してみるとこのようになります。他のおすすめできないような製品だと色味がおかしくなってしまったり、映像が乱れてしまったり、音声が徐々にずれてしまうような症状が出る場合があります。しかしこのキャプチャーボードの場合は動きが激しいところも乱れることなく綺麗な映像と音声になっていましたし、色味に関しても問題なかったので安心して使用することが可能です。あと数あるキャプチャーボードの中でもこの製品唯一の機能としてカバー画像を取り替えて自分好みにカスタマイズできる機能が搭載されています。専用ソフトを使用することでカバー画像を簡単に作成することができるので、実際に購入して興味があるという人はカバー画像を作成してカスタマイズしてみてください。あと第5位で紹介したAVaMediaの AVT-C878 プラスと同様に付属で Power Director 15 for AVaMedia という動画編集ソフトが無料で利用できるライセンスキーが付属されているのもポイントになっています。本来であれば有料の動画編集ソフトを無料で利用でき、ゲーム実況動画も簡単に作成することができるのでおすすめです。自分は Power Director 365を使用しているのでそれと比べると過去バージョンになりますが、Power Director での編集方法を解説した動画も投稿しているので、もしも Power Director を使用する場合は説明欄の再生リストから使い方を確認してみてください。
このように PS5 で使える性能がある非常にいい製品となっていますが、Mac には非対応となっていますし、実際に使用してみると分かりますが、本体の光が眩しかったり、設定が少し面倒というデメリットもあるので注意してください。ただ本来ならば有料のパワーディレクターという動画編集ソフトが無料で利用できますし、画質や音声に関しても問題なかったので第4位としています。この製品が気になる人は説明欄に記載している製品リンクからチェックしてみてください。またここでは解説していないもっと詳しい性能レビューや使い方を解説した動画も投稿しているので、説明欄のリンクからチェックしてみてください。PS5 用におすすめなキャプチャーボード第3位はエルガトの HD60S プラスというキャプチャーボードです。値段は動画作成時点の Amazon で 23,268 円となっています。このキャプチャーボードは 4K60fps の HDR 映像をパスルー出力することができますし、4K30fps、1080p、60fps の HDR 映像を OBS などのキャプチャーソフトに移して録画や配信も行えるようになっているので、 PS5 を使用する人にぴったりな製品となっています。ただ HDR キャプチャーは Windows のみ対応となっているので注意してください。ちなみに画質が気になる人も多いと思うので、実際に PS5 のゲーム内ムービーを OBS で録画してみた映像を確認してみるとこのようになります。録画時の解像度は 1080p60fps にして撮影を行いましたが、他のおすすめできないような製品だと色味がおかしくなってしまったり、映像が乱れてしまったり、音声が徐々にずれてしまうような症状が出る場合があります。しかしこのキャプチャーボードの場合は動きが激しいところも乱れることなく綺麗な映像と音声になっていましたし、色味に関しても問題なかったので安心して使用することができますね。このように PS5 で使える性能がある製品となっていますが、製品自体にはこれといったデメリットが見当たらないくらいにいい製品となっています。使用するために余計なソフトウェアやドライバーなどをインストールする必要もないので設定が簡単ですし、 Windows でも Mac でも使用することができるようになっているので非常におすすめです。ただ紹介する製品の中で唯一パワーディレクターを無料で利用できるライセンスキーが付属でついてこないですし、第1位と第2位の製品と比べると性能的に劣るところがあるので第3位とさせてもらいました。この製品が気になる人は説明欄に記載している製品リンクからチェックしてみてください。またここでは解説していないもっと詳しい性能レビューや使い方を解説した動画も投稿しているので、説明欄のリンクからチェックしてみてください。PS5 用におすすめなキャプチャーボード第2位は IO データの GV-USB3HDS というキャプチャーボードです。値段は動画作成時点の Amazon で 22,318 円となっています。このキャプチャーボードは 4K60fps、1080p120fps、1080p60fps の HDR 映像をパスルー出力することができますし、4K30fps、1080p120fps、1080p60fps の HDR 映像を OBS などのキャプチャーソフトに移して録画や配信も行えるようになっているので、 PS5 を使用する人にぴったりな製品となっています。ただ注意点として公式サイトの製品仕様のページにも記載されているのですが、このキャプチャーボードに 4K60fps の映像を入力した場合、パススルーの方は問題なく 4K60fps で出力できますが、 OBS に映像を映すときは 1080p60fps までの映像しか映せなくなっています。4K30fps の映像を OBS に移すには 4K30fps の映像をキャプボに入力してあげないといけませんが、パススルー出力の映像の方も 4K30fps となってしまうので注意してください。ちなみに画質が気になる人も多いと思うので、実際に PS5 のゲーム内ムービーを OBS で録画してみた映像を確認してみるとこのようになります。録画時の解像度は 1080p60fps で撮影を行いましたが、他のおすすめできないような製品だと色味がおかしくなってしまったり、映像が乱れてしまったり、音声が徐々にずれてしまうような症状が出る場合があります。しかしこのキャプチャーボードの場合は動きが激しいところも乱れることなく綺麗な映像と音声になっていましたし、色味に関しても問題なかったので安心して使用することができますね。あと付属でパワーディレクター18 for IO データという動画編集ソフトが無料で利用できるライセンスキーが付属されているのもポイントになっています。他の製品に付属されているパワーディレクターは15となっていましたが、この製品に付属されているパワーディレクターは18ということで、かなりバージョンアップしたパワーディレクターを無料で利用できるので、ゲーム実況動画を作成したい人には非常におすすめです。自分はパワーディレクター365を使用しているので、それと比べると過去バージョンになりますが、
パワーディレクターでの編集方法を解説した動画も投稿しているので、もしもパワーディレクターを使用する場合は説明欄の再生リストから使い方を確認してみてください。このように PS5 で使える性能がある製品となっていますが、製品自体にはこれといったデメリットが見当たらないくらいにいい製品となっています。使用するために余計なソフトウェアやドライバーなどをインストールする必要もないので設定が簡単ですし、 Windows でも Mac でも使用することができるようになっているので非常におすすめです。さらに第3位で紹介したエルガトの HD60S プラスと比べるとパスル出力や最大録画解像度の性能が上になるので第2位とさせてもらいました。この製品が気になる人は説明欄に記載している製品リンクからチェックしてみてください。またここでは解説していないもっと詳しい性能レビューや使い方を解説した動画も投稿しているので説明欄のリンクからチェックしてみてください。 PS5 におすすめなキャプチャーボード第1位はアバメディアの GC553 というキャプチャーボードです。値段は動画作成時点の Amazon で 29,800 円となっています。このキャプチャーボードは 4K60fps の HDR、1080p240fps の映像をパススルー出力することができますし、4K30fps の HDR、1080p120fps の映像を OBS などのキャプチャーソフトに移して録画や配信も行えるようになっています。さらに GC553 の公式サイトには記載されていませんが、例えば PS5 で 4K60fps の HDR 映像を入力している場合、2560×1440 の 1440p60fps の HDR の録画解像度で OBS に表示させることもできるようになっているので、少しでも画質やフレームレートがいい状態で録画や配信を行いたい人にはかなりお勧めできる製品になっています。ちなみに画質が気になる人も多いと思うので、実際に PS5 のゲーム内ムービーを OBS で録画してみた映像を確認してみるとこのようになります。録画時の解像度は 1440p60fps で撮影を行いましたが、動きが激しいところも乱れることなく綺麗な映像と音声になっていましたし、色味に関しても問題なかったので安心して使用することができますね。これまでに紹介してきた製品と比べるとパススルー出力の解像度はもちろん、録画解像度に関しても最も性能がいいので画質にこだわりたい人に非常におすすめです。あと付属でパワーディレクター15 for AVA Media という動画編集ソフトが無料で利用できるライセンスキーが付属されているのもポイントになっています。第2位で紹介した IO データの GV-USB3 HDS に付属されているパワーディレクターよりもバージョンは下になりますが、本来であれば有料の動画編集ソフトを無料で利用できるだけでも十分お得なので、ゲーム実況動画を作成したい人には非常におすすめです。ただパワーディレクター15は Windows を使用している人しか使えなくなっているので Mac ユーザーの人は注意してください。自分はパワーディレクター365を使用しているので、それと比べると過去バージョンになりますが、パワーディレクターでの編集方法を解説した動画も投稿しているので、もしもパワーディレクターを使用する場合は説明欄の再生リストから使い方を確認してみてください。このように PS5 で使える性能がある製品となっていますが、アバメディア製品全般に言えることとして初期設定が少し面倒というデメリットがあるので注意してください。ただそれ以外にデメリットと言えるような製品の性能はありませんし、紹介する製品の中で最も録画解像度の幅が広く、パワーディレクター15も無料で利用することができるので第1位とさせてもらいました。この製品が気になる人は説明欄に記載している製品リンクからチェックしてみてください。またここでは解説していないもっと詳しい性能レビューや使い方を解説した動画も投稿しているので説明欄のリンクからチェックしてみてください。PS5 用キャプチャーボードのおすすめランキングは以上になりますが、番外編としてアバメディアの GC555 とエルガトの 4K60S プラスという製品も軽く紹介しておこうと思います。この GC555 と 4K60S プラスというキャプチャーボードは動画作成時点で最も性能が高いと言ってもいいくらいの外付け型のキャプチャーボードとなっていて、 4K60fps の映像を OBS などのキャプチャーソフトに移して録画や配信ができるようになっています。なので PS5 を使用する人にとって非常にお勧めできる製品なのですが、値段が約5万円くらいする超高額商品となっていますし、そもそも 4K60fps で録画や配信を行うにはかなり高スペックな PC と高速なネット回線がないと厳しいので、 PC 周辺の環境が整っていない初心者の方にはちょっと手を出せないような製品となっています。自分の現在の環境でも 4K60fps で録画や配信はちょっと厳しいですし、この2つの製品に関しては実際に購入して検証していないこともあって、今回のランキングからは除外させてもらいました。
もしも 4K60fps という超高画質で録画や配信を行いたくて、それができるだけの予算や PC スペック、ネット回線があるのであればチェックしてみてください。ここまでで実際に購入したい製品を見つけることができたかもしれないですが、特に注意してほしい点として、キャプチャーボードを購入する前に対応している OS が Windows なのか Mac なのかしっかりと確認してから購入するようにしてください。また CPU や GPU、メモリなどのキャプチャーボードが動作するための推奨スペックも見ておかないと、実際に購入して使用したけどスペックが足りなくて映像が映らないなどのボンミスもあったりするので、製品情報ページをしっかりと確認するようにしましょう。あと製品によっては並行輸入品と記載された通常よりも安い製品が販売されていることがありますが、海外向けの仕様になっている製品を輸入することになるので、口コミを見ても不具合の情報が多いですし、これは正規代理店による販売ではないので、日本国内でサポートが受けられなくなっています。もしも不良があった時は返品ができるようになっていればいいですが、返品できないのであれば泣き寝入りするしかないので、この点には注意して購入するようにしてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで、キャプチャーボード関連の情報や、録画や配信に使用する機材やソフトの情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、Geartix というサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。説明欄に関連する各リンクを記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。